Hi, I'm Miriko. I hope you're doing great. こんにちは、ミルコです。皆さんお元気ですか？以前、プライベートのツイッターのアカウントで失敗やミスを乗り越える方法を教えてくださいというリクエストをいただいてました。普段はこの質問箱で返信をするんですけれども、大切なテーマだなと思って後々の自分のためにも動画を作ることにしました。よかったら最後までどうぞお付き合いください。そしてもし他にもこんな方法があるよという方はぜひ、コメント欄で教えてください。それでは私のアイディアをお話ししていきたいと思います。まず私は失敗やミスを乗り越える上で大切だと思う3つのカテゴリーを考えました。まず1つ目は自分の行動、2つ目は人の目、3つ目は自分の目です。一つ一つについてこれから説明していこうと思います。まず1つ目、自分の行動についてです。失敗やミスをした後っていうのは必ず自分の行動を振り返ると思います。私はバス通勤が多かったので、失敗した日はバスの中でよく一人反省会をしながら帰ってました。その時に私はいつもどうしてミスをしたのかというところに注目をして考えていました。でもよく考えたらどうして失敗したかということに対する答えは後々役に立たない場合があるんですよね。なぜならいろんなことが失敗の原因になりうるからです。毎日が同じ状況ではないし、働いている人は一緒に働く人がいつも同じメンバーじゃないこともあります。そうなると毎日少しずつ状況が違って、今回解決できてもまた別の原因が出てくる可能性があるんです。じゃあどうしたらいいんだろうと思った時にこの考え方を思いついたんです。それが一つ目のポイント、どうすれば成功していたのかを考えるということでした。それってなんで失敗したのかを考えるのと一緒じゃないのって考える人もいると思います。やってることはほとんど一緒だと思います。けれども決定的に違うのが考えてる時の姿勢です。なぜ失敗したのかというのは失敗したという過去の事実に注目をしています。失敗したことを再確認する作業になります。だけどどうすれば成功していたのかっていうのは未来に向けての対策を考えているということで、失敗したこと自体にあんまり集中する考え方ではないです。なのでどうすれば成功していたかを考えることによって次にまずは進むことができます。頭の中で。また失敗しない方法ではなく成功する方法なので、もう一歩先まで視野を広げて対策を考えることになりやすいと私は思います。例えばお釣りの受け渡しミスをしてしまった場合、なぜ失敗したのかという考え方だと、例えば確認不足だったなって思って、じゃあ二重確認をしようっていうふうになると思います。ではどうすれば成功したのかで考えてみます。先ほどのなぜ失敗したのかの考えの流れでいって二重確認をしようというふうに行き着いたとします。二重確認をすれば確かにミスはなくなるかもしれません。けれどそれは成功でしょうか？成功はもっと美しいものだと思います。そうするとお客様にもレシートと
写りを分かりやすくお見せして一緒に確認すること、お渡しする際の文言のパターン化、美しい手の動き、スムーズな受け渡しまでイメージできるようになります。そうすると失敗したところ以外を含め全体的にパワーアップをすることができるので、より一層失敗やミスが減ります。それでは次に2つ目のポイントです。人に話す。誰かに言うことで自分が頑張っている、頑張ろうとしているということを知ってもらえる。自分は一人じゃないと思えることが大切です。なるべく身近な人で応援してくれる人、見守ってくれそうな人に話しましょう。そして話す内容は失敗をしてしまって悲しかったお話だけでもいいんですけれど、できれば成功するためにどうするのかまで話せると自分の励みにもなります。3つ目のポイントはすぐ行動に移して成功経験を積むです。もう失敗してしまったことは消えないし、忘れるのも難しいと思うので、どんどん成功経験を積むしかないです。そうやっていくうちに一枚一枚オブラートを重ねていくように、だんだんと失敗の印象は柔らかくなって見えなくなっていきます。全く同じような場面でなくてもいいので、応用できることは全てに応用して、なるべく経験を積む場を自分で増やしていくといいと思います。そしてこの1つ目から3つ目までのポイントを押さえていくと、失敗をしたからこそ、失敗を忘れないからこそ、その部分は誰よりも正確にできるであったり、誰よりも得意であるという自分の自信に変わっていきます。では次のカテゴリー、人の目に入ります。失敗してしまった時とかって人の目がすごく気になりませんか？私はすごく気になります。ポイント1つ目、一生懸命している人を悪く思う人はいない。いたらそんな人は気にしなくてよしです。私が10代で初めてアルバイトをした時に感じていたことがあります。それは失敗したらその日は一日落ち込んでいないといけないんじゃないかとか、笑っちゃいけないんじゃないかということです。少しでも笑うと、何あの人さっき失敗したのに笑ってる、反省してないんじゃないのって思われてるんじゃないかと思ってました。だけどそれは間違いだということに身をもって後々気づきました。早く切り替えをして前向きに熱意を持って頑張ることの方が、いつまでも反省して落ち込んでいるより、周りにとっても自分にとってもずっといいことなんですよね。そして2つ目は周りの人を味方につけるです。これは周りの人にアドバイスをもらうということです。1つ目のカテゴリー、自分の行動のポイント2つ目で、自分がした失敗やこれから成功するためにどうするかを話すということをお話ししました。ここでアドバイスをもらってほしいんです。アドバイスをくれる人は少なからず味方です。それを感じるのが大切です。さっき言ったこととも重なりますが、自分は一人じゃないと思えることがすごく重要です。一人ぼっち、誰も味方じゃない、誰も前向きに自分を見てくれない、誰も応援してくれないというのは辛いので、そこで味方がいると感じられることは本当に力になります。そしてそのアドバイスをもらった人に後にお礼を言いに行くことができます。
そうすると継続的に環境が良くなっていきます。そして3つ目のカテゴリーが自分の目です。人の目は気にしない、何を考えているのかわからないし、気にしたってしょうがないと思えるかもしれませんが、自分の目は嘘がないので、特に自分に対して厳しい人にとっては一番の悩みどころなんじゃないかと思います。まずポイント1つ目です。見るべきなのは失敗した自分ではなく、自分がした失敗です。よく失敗すると自分を否定してしまう人がいます。私もそうなんですけれど、これは自分が自分だから失敗したんじゃなくて、他の人でも同じ失敗をしたかもしれないというふうに考えることが大切なんです。そうでないと自分を責めるばかりで次へ進めないからです。ポイント2つ目、失敗イコール経験、成功への途中、それが全ての結果じゃないということです。失敗がもう変わらない事実で、今からではどうしようもないことから完結した行き止まりのように感じてしまいますよね。でも実はそうじゃありません。生き続ける限り次のチャンスがあります。成功を目指し続ける限り、それは経験になって道には続きがあるんです。そしてポイント3つ目、次は成功させると燃えることです。次また失敗したらどうしようという恐怖に勝てるのは、次は失敗しない、次は必ず勝つ、次は必ず成功させてやるという興奮、闘志、エネルギー、熱意だと私は思います。これは鏡に向かって挑戦的に言ってもいいと思います。そしてまた失敗するかもしれないという恐怖を、この次は失敗しない、成功させるという前向きな熱意に変えるためには、失敗してその犠牲になってしまった人や物に対してごめんなさいとありがとうの気持ちをかみしめることが大切だと思います。ここまでが私が失敗やミスを乗り越えるために大切だと思う3つのカテゴリーについてのお話でした。最後にもう一つお伝えしたい考え方があります。この考え方は究極的にもうどうしようもなく落ち込んでしまった時に自分を救ってくれます。失敗した時に自分の口から言うのはできないことだと思いますけれども、こっそり持っておいてください。地球上で生きている限り、大抵のことはお互い様という考え方です。自分が誰かの失敗の犠牲になることもあるし、自分が誰かを失敗の犠牲にしてしまうこともあるっていうのは普通のことだと思います。例えば今日失敗してしまったとして、同じエリアで生きている人、働いている人は他にもいます。その中で今日失敗した人は絶対あなただけじゃない、私だけじゃないと思います。失敗に対するリアクションであったり、その失敗で起こったことも 100% 自分だけのせいではないと思います。地球上の歴史でたった少しの間存在する私たちがたまたまそこに居合わせて、それがたまたま私たちだった。周りの人が冷たくなっても、それはあなただからでも私だからでもありません。失敗してしまった分、他の人の失敗にも関与になれればいいじゃないですか。落ち込みすぎた時は思い出してください。地球上で生きている限り、大抵のことはお互い様です。
長くなりました。最後までお付き合いありがとうございました。少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです。また質問や感想、意見などお待ちしてます。皆さんの日々が小さな素敵なものたちであふれますように。それではまた次の動画でお会いしましょう。